皆さんこんばんは、じまでございます。今回の動画はですね、ニコン Z5-2、こちらのカメラの初期設定を一緒に全て全メニュー見ていきましょうと。いろいろ私なりにですね、解説しながら、こういった設定にした方がいいよとか、この設定を反映させるとこういった、効果が出たりとか、注意点としてこういったところがあるよみたいなところをお話ししていきます。話すマニュアル、聞いて覚える初期設定みたいなところで参考にしていただけたら嬉しく思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ。はい、改めましてじまでございます。まず初期化していこうと思います。なぜかというと私はすべて、カメラ設定し終わっております。だからこそこの動画でいろいろ初期設定についてとかカメラの各項目についてお話ししていくんですけど、そうするともう出来上がった状態だと皆さんのお手元の Z5-2 とですねギャップが生まれてしまってそんな設定になってないのにって違和感が出てしまいますので、私のカメラも、設定一度全てしているんですけど吹き飛ばします。もう設定を初期化します。で、初期化するってして電源をオフにします。これは皆さんする必要ないです。私が皆様と、カメラの設定を一緒にするために初期化しているという形になります。で、初期化をするとシャッタースピード8000とかね、そういったいつものもう初期の状態っていうところになるんですけども、タイムゾーンと日時、このあたりはですね、皆さんが独自で設定されるのがいいかなと。で、マイメニューの設定内容も全てリセットされております。で、まず静止画撮影メニューからいきましょう。まず記録フォルダーの設定なんですけども、これはですねフォルダーグループ、Z5-2 でいいと思いますが、もし Z5-2 をですね複数台ABC とかね導入されている現場であれば、Z5-2 のその中の、A であったり B であったりね、分かるように振り分けるっていうのもありだと思います。で、フォルダー番号指定はですね、頻繁に切り替えていただくのがおすすめです。私自身ももう撮影のたびにフォルダー番号は作ってます。101、102、103とかね、1個ずつ作っていって、カメラをパソコンにつないだ時にフォルダーたくさんできるんですけど、一つのフォルダの中に同じ違う別の日付の写真がガッチャンコというか混ざってしまうと読み込みも時間かかりますし、どこからどこがどの日の撮影だったのかってが混ざってしまいます。ただこれをフォルダして番号を指定して101、102、103って作っていくとですね、その日その日その日でフォルダが、中には5枚10枚の日もあれば300枚400枚1000枚2000枚っていうね日もあったりで、1000枚2000枚とかになってくるとまだフォルダが強制的に分けられたりもしますので、そのあたりフォルダ番号指定っていうものを選んでいただくのがいいかなと思います。私はフォルダ番号指定はマイメニューですね、記録フォルダ設定はマイメニューに入れるぐらい頻繁に使う機能でございます。このあたりはねそういった使い方で、選んでいただくのがいいかなと。ファイル名の指定、こちらもですね設定なんですけども、そうですね私は DSC1234という初期の状態でもいいと思います。ただニコンのカメラを数多く使っている方は DSC にしていると混ざっちゃいます。なので私は Z5-2 になりますので、今回のカメラは Z52 みたいな感じで、Z52 としてます。でこれがもしABC があるような方であればですね、Z52 の中の 52A とかになるのかな、そういった切り分け方にしていただくのがいいかなと思います。で、スロット2の機能でございますね。こちらは、順番に記録していくのか、ダブルスロットになりますので Z52 はバックアップするのか、ロープラス JPEG 分割でやっていくのか、JPEG 分割で記録するのかみたいなところをですね、設定していただくのができるものになっておりますという形でございますね。で、撮像範囲、これはですねフルサイズのカメラではすごく、役立つ機能でございます。撮像範囲設定として FX を通常は使えます。で DX1 対1、16対9、昔はねもうちょっと4対5とかもあった時代があったんですけど、最近は結構すっきりして1対1と16対9ぐらいになってますね。でこれはおすすめです。デフォルトはオフになっているんですけど、オンにしていただくのがいいと思います。何かというと DX クロップ警告表示というのは DX フォーマットで撮影している場合ですね、 DX クロップをしている場合はですね、右上に DX っていう時にチカチカの注意マークが出ます。このあたりですね、ノーマルのところがあるんですけど、ここ今消えてるんですが見といてくださいね。再生しますね。DX
DX、こういった形で DX という表記が出ます。これが今 DX クロップになってますよという、メッセージですね。撮影自体はできるんですよ。で、これがなければ、FXDX 普通に表示されるだけで、この DX クロップをしている方が、今 DX になってしまってたんだなっていうのに気づくことができるので、ぜひ、DX クロップ、個人的にはチカチカしてね、気が散るわって方は、クロップ表示の警告はなくしてもらったらいいんですけど、個人的には DX、特にフルサイズで2450万画素の有効のカメラなので、画素数はね、可能な限り、キープしておきたいので、DX クロップなく、意図的に、無意識にね、DX にならないように、注意表記はしておこうかなと思っています。で、階調モード、こちらは SDR と HLG が選べております。SDR でね、使ってもらえた後で、最近は HLG もね、すごくニコンさん推してるところがありますので、対応しているモニターがね、あれば、ぜひ試していただくのがいいかなというところですね。で、画質モードはぜひね、ファインの星マーク、画質がすごくいいものであったりとか、ロープラスファインですね。ローデータも取りつつ、JPEG でファインプラス、すごく画質のいいものも保存するよっていうね、形にしてもらうのがいいかなと思います。あとは、そんなにファインプラスがいらないのであれば、ロープラスノーマルの欲しいとか、ロープラスベーシックの欲しいとかね。その JPEG 自体がそんなに大きいデータである必要がない場合はですね、ノーマル欲しいとか、ベーシック欲しいっていうものを選んでいただくといいかなって思いますね。で、ローは別にいらないよって方はもうファインの星とか、ノーマルの星、ベーシックの星もいいですけど、可能な限り画質は綺麗なものでね、置いておきたいと思いますので、ノーマルか。ファインの星かな。ファインの星選んでいただくのがいいと思います。で、画像サイズの設定ですね。こちらは L サイズ、あとは DX の適用、オン、オフっていうものがあります。画像サイズはね、ぜひね、L サイズ 24.4 にしとってください。これは、2450万画素のカメラになりますので、ぜひね、大きいサイズで置いとってもらうのがいいかなと思います。せっかくであればね。で、画像サイズ DX の適用というのはですね、DX の先ほどのクロップの切り取りの時の画像サイズを DX 側で個別に設定しましょうかっていう内容になっております。なのですごく便利にはなるんですけど、これも L にしといてください。もう 10MB しか残らないんで24.4 だったでしょ、さっき。2450万に対して10メガちょっとなんで、1000万画素ちょっとになっちゃうので、ぜひ L サイズで残しておいてほしいなというふうに思います。でもそんなに大きいのが必要なくて、ウェブ媒体で素材として差し込む程度であればちっちゃくてもね、いいとは思いますが、それはどっちかというとユーザーセッティングとかで切り分けてもらう方がいいかな。通常使うときはやっぱり大きい方を私はおすすめしたいと思います。せっかくいいカメラ買ったからね。ぜひ。あとはロー記録。これもね、ロスレス圧縮か高効率の星マークでいいんじゃないのかなと。これが高画素機ですね。Z8、9、あとは7か。であたりであれば、ロスレス圧縮で有効画素数すごいんでね。なので、ローデータを圧縮したいっていうのはあったりすると思うんですけど、2450万画素なので、そんなにめちゃくちゃ大きいものでもないので、ロスレス圧縮か、ロスレス圧縮よりかはちょっと意識してデータ容量減らしたいなって方は高効率の星を選んでもらってるといいかなというふうに思っております。可能な限りね、高効率ローだったとしても、品質を保証してくれる星マークの方がね、さっきのファインと一緒でね、星マークの方が綺麗だよっていうところですね。で、ISO 感度のところですね。これはオートとか自動制御っていうものができたりします。で、制御の上限感度を64000、これ初期化した状態になっているので、皆さんも同じく64000、常用 ISO 感度 Z5-2 は100から64000っていう形でかなり暗いところにも強いカメラにはなるんですけども、ここまでね、物ごっつ持っていくっていうのは意図的であってほしい。無意識に64000にバーンって持ち上がってるよりかは、ここはもう暗いから64000、Z5-2 頼むみたいな感じの方がいいかなって思いますので、制御の上限感度、そうですね。私自身は正直2000とか4000とか、そのあたりで抑えてたりもしますけども、本当はこのカメラものすごく暗いところ優秀なので、強いので、全然もっとね、大きい値に振り分けてもらってもいいです。
で、低速限界設定もですね、だいたい250とか500とかそのあたりにしていることが多いですね。だいたい250ぐらいにしてます。低速限界設定をしているとですね、プログラムオートであったりとか絞り優先、モードでね撮影の時は露出不足になった時に ISO 感度を上げ始めるシャッタースピードを選択できます。つまりは250っていうシャッタースピードを区切りを見た時にこの制御上限感度で設定した ISO 値でも適正露出にならない場合は低速限界設定で選択したシャッタースピードを下回るっていう形に、なったりしますので、逆を言うとそれまではキープしてくれるっていう形になりますので、安心できるんじゃないのかなというところに、なっておりますので、言い方変えると250は基本はキープしてくれるで250はキープしてくれた状態で250かシャッタースピード、これはもうシャッタースピードは250で置いたまま250分の1のままで置いたまま ISO 感度で調整しようかなってカメラが思ってくれる。で ISO 感度で調整してみたけどやっぱ2000であればちょっと辛いっすわってなってくると125とかドンってもっとシャッタースピードで調整をかけていったり、してくれると。そのあたりがね調整で選べるのがニコンのねカメラの面白いところかなと。ホワイトバランスはねもう自由に選んでください。オートで選べたりとかね、最近自然光オートとかニコンのカメラものすごくホワイトバランス優秀なのでいろいろねどちらかというとオートで使いつつなんか暖色寄りにしたいな寒色寄りにしたいなとかで使い分けるっていう方がいいかな。でストロボなんかで使う時とか色温度を安定させておきたい場合に関してはケルビン指定を使ってたりもします。なのでケルビン指定とプリセットも時々使いますけどもうほぼほぼケルビンとオート自然光オートこのあたりで私は使っていることが多い形になりますね。でピクチャーコントロール Z5-2 のね、すごくプッシュされている部分でもあるんですけどオートスタンダードニュートラルビビットモノクロームとかねいろいろありますね。で一般的なピクチャーコントロールに加えて、クリエイティブのピクチャーコントロールもありますね。ここです。クリエイティブピクチャーコントロールドリームモーニングポップサンデーとかねソンバードラマとかありますよね。なのでピクチャーコントロールは一般的なカメラとしての色作りで、クリエイティブピクチャーコントロールはどっちかというとちょっとおしゃれなね、フィルターっぽい感じ。右側に車のねマークがあってトイとかセピアとかブルーとかレッドとかつけたらこういう風になるよって私のねこの今上側にありますけどこういう形で撮れるよっていうのがサンプルとして上がってます。なのでピクチャーコントロールクリエイティブピクチャーコントロールときてZ52 とか Z63 とかあとは Z52 今回のカメラなどはあと ZF も入りましたね。クラウドピクチャーコントロール、いわゆるフレキシブルカラーですね。 NX スタディオで自分なりの色表現が作ることができるフレキシブルカラーにも対応しています。でニコンイメージングレシピというものを使うとニコンイメージングクラウド経由であったりとかね他のクリエイターさん著名な写真作家さんが作っているピクチャーコントロールフレキシブルカラーを登録することができます。なので自分のカメラで憧れの写真家さんと同じような写真が撮れるっていうのがこのクリエイティブ、合ってる？違う、クラウドピクチャーコントロールクリエイティブピクチャーコントロールの次にあるクラウドピクチャーコントロールっていうものが使えたりもしますのでぜひねこれは魅力の一つになりますので使ってみたらいいんじゃないのかなと。でこれちょっとね皆さんあんま見慣れない画面かなって思うんですけどもこれはですねZ5-2 のカメラのファインダー、背面液晶の状態です。で今スイッチャーね画面切り替える私が右下に映ってカメラの画面を映しているスイッチャーっていうポチポチ押して画面切り替える機械があるんですけどこれを今カメラで映している状態なんです。作業しているテーブルのね上にあるキーボードとかが左上映ってるけどもこのオートとかスタンダードとかニュートラルがビビットとかモノクロームちょっと今までのカメラとはピクチャーコントロールの画面が違いますよね。これは Z52 からね新しくなっているっていうものにはなるんですけど実はピクチャーコントロールかなり種類があります。でクラウドピクチャーコントロールを含めるとほんと30個とか40個とかの話になってくるので自分の好みのねピクチャーコントロールに持っていくのにすごくこうゴロ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 って
サブコマンドダイヤルとかメインコマンドダイヤルを回す必要があったりするんですよね。ってなってくるとちょっと大変じゃないですか。なので自分が使うものだけ左上のマイナスマーク、フィルターのマークで表示させなくすることもできたりします。これ絞り込み設定ですね。スタンダード、ニュートラル、ビビットとかのところの下にちっちゃいチェックマーク、もしかしたら見にくいかもしれないんですけど、ちっちゃいチェックマークが入ってます。このチェックマークを、外すとなくなっちゃいます。スタンダード、ニュートラルとかね。なのでこの辺りで非表示にするとオートからスタンダード、ニュートラル、ビビットっていくものが一気にオートからビビットに飛びます。今オートからビビットに飛んでるでしょ。間のスタンダードとかニュートラルどっか行っちゃったんですよ。これは非表示にしたという形になります。で絞り込み設定でまたスタンダード、ニュートラルのチェックを戻すと、選べるようになるという形になってます。でこれまた似ていますね。カスタムピクチャーコントロール、これは昔からありますね。フレキシブルカラーであったりとか、クラウドピクチャーコントロール、イメージングレシピですね。そういったものが、登場する前からあるカスタムピクコンって言われてたりねするものですね。ご自身で自分の好きな色のピクチャーコントロールを作ることができます。ただこれはどちらかというとフレキシブルカラーほどの細々したものではないので、あくまでピクチャーコントロールベースで作っていく。でもこれでも十分綺麗に撮れますし、私自身は正直ピクチャーコントロールはさっきリッチトーンポートレートのところがアスタリスクのマークついてたと思うんです。あれね、実はリッチトーンポートレートの中で自分の中で設定値を明瞭度とかシャープネスとかシャドウハイライトとかちょっといじることができるんですよ。強くする弱くするっていうのが。なのでそういったところを入れているので自分なりにリッチトーンポートレートをベースに自分なりにある程度調整をかけることはできるので、フレキシブルカラーであったりとかイメージングレシピっていうのはすごく魅力の機能ではあるんですけど、絶対っていうわけではないなって私は思ってます。フレキシブルカラー、イメージングレシピにニコンは最終的にたどり着いているとは思うんです。色表現の可能性としてね。ただそれまでの過程として一般的なピクチャーコントロールもすごくブラッシュアップされてリッチトーンとかディープトーンとかフラットモノクロームも選択肢として増えているし、クラウドピクチャーコントロールもクリエイティブピクチャーコントロールも適用量とかね変えたりすることによってフィルターとして効果を自分の好みで選ぶことができたりとかね。プラス今回のようにクラウドピクチャーコントロールフレキシブルカラー、イメージングレシピっていうものが選べるようになっているので、自分の好きな色表現もっと効率よくね手っ取り早く使えるものを選んでもらうのがいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で色空間は普通に使う分は sRGB でいいと思います。でアクティビティライティング、これはですね使われる方多いんじゃないのかなっていう、私たちが実物を見ると明暗差ってそんなにあんまりないじゃないですか。私たちの目ってすごく優秀、目が優秀なのか脳みそが優秀なのか脳みそで補正かけてるのかはちょっとね難しい話になってきますけども、白飛びとか黒つぶれを軽減した見た目のコントラストに近い画像にしてくれます。カメラとかレンズって結構忠実で暗いもんは暗いし明るいもんは明るいって明暗さん得意じゃないんですよ白つぶれ黒つぶれとかね、白飛び黒つぶれっていうのがねあったりするので、そういったものをアクティブディライティングっていうものを加えてもらえると、黒つぶれのところシャドウをちょっと軽減したりとかね、白飛びを抑えたりっていうところができたりもしますので、入れとってもらったらいいし、昔はね強めに入れるときつすぎたところがあるんですけど、最近のニコンのカメラはね私強めとかより強めとか選んでたりもします。撮影シーンによってはね。ぜひ風景撮る人とか入れてもらえたらなと。もちろんJPEG 撮って出しの時の、ね、反映ですけどね。で長描時のノイズ低減、シャッタースピードが遅い時に発生するノイズを低減しますという形です。これね使いどころ次第だと思います。なぜかというとオンにするとシャッター切った後もちょっとね処理が走っちゃったりしますので、基本はオフにしておいて、長描時のノイズが乗ってるなっていう時にオンにしてもらうぐらいでいいんじゃないのかなって思います。最近は画像編集ソフトでも結構追っかけるノイズ処理ってね、すごくクオリティ高く仕上げてくれたりするので、あくまでカメラ側で確実にそう仕上げる必要もこだわりとしてあってはいいと思うんですけど、効率で選んでもらうのもいいかなって思います。で高感度ノイズ低減ですね。今度はじゃあ高感度側がガッと持っていくとビカビカというかねギタギタというかなんていうのノイズが乗る感じになって、暗いところでね
露出ガッと上げて映しちゃうと、なんかギラギラギラベタベタベタとした感じになっちゃうと、ノイズが乗っちゃうんですけど、その時の低減ノイズをね、高感度のノイズを低減してくれるよと。ただこのカメラは高感度強いです。64000とかね。で、64000まで持っていくとさすがに常用 ISO 感度として使えるよっていうメーカーのね、100から64000でどうぞ使ってくださいっていう案内にはなってるんですけど、実際そこまで持ち上げるっていうのはほんま最後の切り札みたいなね、ところがありますので、高感度ノイズ低減も状況によってうまいこと使っていただくのがいいんじゃないのかなって思います。で、ビネットコントロール、これはね、好みかな私はオフにすることが多いです。なぜかというと、ビネットコントロールって何かっていうと、そもそもの周辺光量落ち、周辺原光ですね。カメラ、レンズにはよりますけども、撮影した時に四隅ってどうしても光量落ちてちょっと暗くなるんですよ。で、真ん中明るいのに四隅が暗いよねって。で、これが写真として見た時に四隅の周辺光量気になるよねっていう評価の仕方もあれば、ビネットいい感じで効いてるやん、周辺光量落ちて、言うたら真ん中に私たちの視点を持っていく視線誘導の効果としても部分的に使えたりするんですね。で、私自身ビネットコントロールで周辺を持ち上げるものになると、どちらかというと記録撮影であったりとか物撮りとかね、ものをしっかり見せたいなっていう時はビネットコントロールオンとかにして、いわゆる周辺光量が気にならないような撮り方をします。でも普通に撮影する分にはビネットコントロール、周辺光量が落ちるのは自然なことでもありますので、標準かしないか弱めぐらいにしてたりします。これは好みですね。で、使うレンズにもよるしっていうっていうところです。あと解説補正のところに関しましては、これはですね、だいたい絞り8とかでね止めてくれる方やったらそんなに気にしなくていいです。私自身も例えば56とか 6.38 とか Z マウントは11とか持っていくことはそんなにないかな。だいたい8から11の間で絞ります。ボケ量がそんなにいらないとかね、風景とか、あとはマイクロレンズとか使う時とかに可能な限り絞りたいじゃないですか。あんまボケして欲しくないと。普通はね、写真ボケて欲しいところがあるんですけど、ボケて欲しくない場面もあると。そういった時に絞り16とかねまで持っていけるからといって絞り16とかまで持っていってしまうと、撮影状況によっては画質があまりよろしくなくなります。なぜかというと、バケツとかに水を入れたイメージをしてほしいんですけど、バケツに水を入れてちっちゃい穴を開けます。ちっちゃい穴を開けるとストレートに水が溢れ出るのではなくて、勢いよく溢れ出ると水がこう分散しますね。バケツにちっちゃい穴を開けたらバッて、あれが光でも同じようなことが起きるんです。つまりはすごく潤沢な光量があるところに絞りをぐーっと絞っていく、レンズの絞りをぐーっと絞っていくと小さい穴になります。で、その小さい穴に対して光が通ってきて、光が絞り羽を通った後にビャって広がっちゃうんですよ。これを補正するかどうかって話なんです。なので理想はそんなに絞らんかったらいいって話なんですよ。なので811、そんなになんていうの、光が入ってきてビャってセンサーの前でレンズの絞り羽がグッと絞られることによってビャって広がることを発生させなかったらいいので、8から11ぐらいでしとってもらったらいいんじゃないっていうのはそういうことです。で、8から11やったらもっと暗くしたいんですよって方はもう素直に ND フィルターですね。サングラスみたいなやつですわ。カメラにくっつけるサングラスみたいなやつ、これ CPL ですけど、イメージとしてはねこう黒いやつです。これは CPL なんですけども、 ND フィルターも似たようなねサングラスみたいなのがありますので、私らの目と一緒にねサングラスをレンズ側にくっつけてあげる。で ND がそれがね32とか64とかそういったものをつけてもらう。あとは可変 ND とか最近多いからね、その時の補正をしてくれるかどうかっていう設定です。一応ね解説補正が発生するような取り方をしている方はオンにしとったらいいかなというふうに思いますね。で、特に発生しない方はオフでもいいと思います。美肌効果、これは XP の7世代目の、一つの恩恵というかね魅力の一つにはなりますけども、人物の肌をですね検出した時に、カメラが瞳 AF とかねそのあたり検出した時にお肌がですね、滑らかになるような画像処理ですね。スマートフォンほどそのなんていうのペタペタにするわけではないです。すごくニコンの美肌効果は自然です。他のメーカーに比べると強くかけすぎない、あくまでやっぱりちょっと補正してくれる程度に
なります。なので私自身結構ですね、なんやろう、強いで入れてます。強い普通弱いやったかなっていう、これです、これ。強い標準弱めっていうのがありますので、私はもう強いで入れてます。標準でもいいですし、強めでもそんなに気にならないです。強めでも全然比較しても、撮影させていただくね、モデル様がいつもすごくお肌がそもそも綺麗っていうね、方が多いので、美肌効果の効果があんま分からへん。そもそもしない標準、もうそもそもお綺麗でございますっていう話になるんですけど、それでもね、やっぱり入れとってもらえるといいかな。強めとかでね。で、これ動画にも使えるので、写真、静止画、スチルはいわゆる画像編集ソフトで美肌効果でポチッと押したらなんかくるくるくるって回ってピタって綺麗にしてくれますやん。でも動画ってそれなかなか難しいでしょ。動くものなので。ただこれは動画にも使えることが、後でね動画メニューがありますけど、そのあたりでも美肌効果はぜひ活用していただけたらなと思います。で、人物印象調整、これもね一つの目玉機能にはなるんですけども、人物の、色とね、明るさっていうところで二軸で調整してくれるというところがあります。最近はそんなに絶対使うっていう機能ではないですけども、こういった人物の印象調整できる機能があるのが一つ、なんていうの、幅が利く、撮影時のね、汎用性が高いっていうところがありますので、使われる方は使ってもらったらいいかな。ただそんなに意識して使う必要はないかなって個人的には思います。で、静止画フリッカー低減ですね。これはね、やっぱり LED が私らの生活の中にも当たり前に増えてきたじゃないですか。なので、やっぱりね、難しいんですけども、撮影するときにチカチカチカってね、なったり、してしまうというところがあるんですけども、このフリッカー低減を入れることによって、そのフリッカーをある程度抑えてくれます。ただ、フリッカー低減をするということは、フリッカーが、影響が少ない撮影タイミングでカメラが気を利かせてくれて、今フリッカー起きますわ。ちょっとずらしますね、撮るタイミングって気を配ってくれるんですよ。なので、シャッター切る、写真撮るっていう時にちょっとタイムラグというかずれるタイミングがあったりします。レリーズタイムラグがね、伸びたりする可能性があったりします。で、その影響によって連続撮影速度が低下することもあります。野鳥とかでね、屋外で撮ってる分には関係ないですけど、体育館とかでバレーボール、バスケットとかね、そういった時に、フリッカーが結構頻繁に、そこら中でフリッカーが起きているようであれば、なかなかね、厳しかったりしますので、低減、オンとかね、常にオンにする必要はないと思います。やはりね、タイムラグとか起きてしまうので、誤動作でね。なので、基本オフで、この環境は静止画フリッカー入れてる方がいいかな、みたいな時はオンにしてるのがいいかなっていうところです。で、これもありますね。高周波フリッカー低減。これも最近ね、すごく評判いいかなっていうところでもう当たり前の機能になっちゃったかな。高周波フリッカーという形で、LED モニターとかね、LED 照明とかね、特殊な周波数のフリッカーを除去してくれると。周囲の環境モニターファインダーで確認しながらフリッカーによる影響が少ないシャッタースピードに手動で合わせて、これ、シャッタースピードとか、すごいなんか、波数になるんですよ。あんま見いひん設定値になるんです。でも、高周波フリッカー低減をしてくれるってそういうことかなっていうふうに思いますね。で、速攻モード。これはね、好みです。普通に使う分にはマルチパターン速攻で、全面に合わせて速攻してもらったらいいです。で、中央部の重点速攻。日の丸構図とかでね、お花とか撮られる方だったらこれでもいいかな。で、スポット速攻はスポット合わせたところで、速攻してもらいたい方ですね。で、ハイライト重点速攻は結構その後ろが飛んでほしくないとかね、いう場面の時にハイライトが残った状態、白飛びしないような状態で撮影してくれます。言い方を変えると、明暗差が激しいところは、黒つぶれというか暗く映ってしまいます。後ろが明るくて手前が暗かったら、手前はぐっとシャドウ暗く映って、奥の明るいところが白飛びしない状態、情報を持った状態で映ります。なのでその後画像編集ソフトとかで暗い部分をグワーってシャドウを持ち上げてもらって、調整したりもできたりします。ハイライト重点速攻にしておかないと、白飛びしてしまうとデータがなかったらもうどうしようもできないので、あくまでカメラ、この Z5-2 ってデジタルカメラなんで、デジタルデータに日常私たちが見ている現実世界を変換する機械なので、データをね持ってる必要があるので、そのあたりは使い分けてもらうのがいいかな。ただ普通に使う分はマルチパターンでいいんじゃないかなって思います。
あとはフラッシュであったりとか超高補正、このあたりはね使う方が選んでもらったらいいかな。レリーズモードとかね。でもフラッシュに関しては特に私もよく使いますけど、そんなになんか細かい設定はしていません。カメラのそのまんまでいってます。でレリーズモード、これはね高速連続撮影の拡張であったりとか C15、C30 っていうものが Z5-2 は選べるようになってます。新スタンダードっていうカメラにねなってはいますけど、高速連続撮影拡張でババババババッと撮ってもらったりとか C30、C15 とかも選んでもらったりしますね。であとはシングルで撮ってもらってもいいですし、私は結構シングルで撮ったりもしますね。今回拡張にしてますけども。あとはフォーカスモードですね。これ最近ね結構ニコンさん押してますよね。AF モードの自動切り替えっていうところで、フォーカスのモードをですね、オートですね、シングル AF、コンティニアンス AF をカメラが止まってるんやったらシングルにします。なんかこれ動いてますね。じゃあコンティニアンスに切り替えますっていうのをカメラがやってくれます。で、マニュアルフォーカスはマニュアルフォーカスですね。もうフォーカス自分でやりますわ。私たちが直接手で動かしますわっていうモードです。ただ、個人的には私はコンティニアンス AF を基本メインで使ってたりします。で、必要な時、割合としても82か91ぐらいでコンティニアンスで撮るので、必要な時だけ、AFA にもしないかな、AFS シングルにするかなっていう感じですね。ここはコンティニアンスキーカンでいいよっていう時ですね。あとは AF エリアモードです。これもね、Z5-2 かなり多いです。で、ダイナミック AF とかね、ワイドエリア AF とか、このあたりは前々からあるじゃないですか。で、ポイントは、これカスタムワイドと 3D トラッキングです。3D トラッキングであったりとか、オートエリア AF でカスタムワイドエリア AF っていうものがありますので、このあたりね、すごくね、使い分けてもらえるといいかなと思います。オートエリアはもう全面から撮りたいものこれですよね。で、鳥検出とか飛行機認識とかをしていると、ポートレートで瞳 AF とか働かせていると、大体人物の顔を確認したら目にピントがあったりとか、飛行機っぽいのが飛んでるねって思うと飛行機に反応したりとか、乗り物にしていると鉄道とか車とかに反応したりします。で 3D トラッキングはですね、どちらかというと自分たちでもこれをトラッキングしてっていうのを押した状態で 3D でグーってベタ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 って追っかけてくれます。なので AFC を私は使うことが多いです。で、内容としてはシャッターボタンの半押しは私はオートエリア AF を使うことは多いです。もしくは今日はオートエリアではないっていう時はカスタムワイドエリア AF の上の WC1 ですね。ワイドエリア AF の C1、C2 をシャッターボタンに割り当てます。半押しに割り当てます。で、親指 AF のところの AF オンですね。カメラの裏側のちょっと持った時に上側にあるAF オンっていうボタン、これを押したときは私は 3D トラッキングが働くように設定しています。なので撮影するときに動くかなーってときは AF オン、親指 AF で 3D トラッキングで貼っつけて AF を貼り付けた状態でちょっと構図作って撮るみたいな撮り方をしますし、オートエリアもしくはカスタムワイドエリア AF でシャッターボタン半押しで、カメラに任せてこのエリア内とかで、検出してね、で検出してくれたらそれそれって感じで撮影するみたいな撮り方を使い分けていますので、そのあたりはね使いながらご自身の、しっくりくる撮り方でいいと思います。人によってはそれがピンポイントとかシングルポイント AF っていうこともあったりしますので、 AFC とかにしてるとねピンポイント AF が使えなかったりします。で、このワイドエリア AF 何かっていうと、これ今縦長で区切ってるじゃないですか。いつものシンプルなワイドのエリアの AF ってある程度カメラがもうサイズ決めてんすよね。で、左上右上とか右下左下とかに配置して、その中に人物が入ると瞳 AF が働いて顔を検出する。でもこのワイドエリア AF を使うと自分でその枠を決めることができます。例えばじゃあ人物が3人4人並んでいる時に、このカメラは真ん中の人だけをずっと AF 追っかけ取ってほしいな、右左の人が画角内にいたとしてもこの真ん中のエリアの人だけ、中心の人だけが、例えばレポーターさんとかが真ん中にいるという時に、この真ん中の人に対して AF をこのエリアで検出してねという形にすることができます。で、他には横長にするとかね。で、横長にすると一列で来る人みたいなものを設定したりもします。これね。なので私の場合はだいたい縦長と横長を用意しています。で、特に何もこだわらないときはオートエリアでいいんですけど、この横長の範囲で入ってきた人の
トラッキングとか追っかけてほしいな。縦長で追っかけてほしいな。なので左右に別の人が後ろ映り込んだとしてもそっちに、人が映り込みましたねってカメラが追っかけないように、真ん中の人だけ追っかけとって、この真ん中の一列の帯の人だけ、てかその領域に入った人だけ追っかけて、で、その領域から出ていってしまった人はもう追っかけなくていいよっていうのがカスタムワイドエリア AF で設定できたりするので、すごく便利だったりします。で、これね、皆さん大好きですね。AF、MF の被写体検出になります。これはオートでいいと思いますけども、もし今日は人物をね、モデル様を撮るなとか、であったり、ご家族を撮るなであったりとかね、という時は人物にしたらいいし、猫ちゃん、ワンちゃんとかね、動物撮るときは動物に、他の動物も OK ですよ。で、鳥とか、飛行機は、人気なので独立しました。動物から鳥っての独立したし、乗り物から飛行機独立した。今後、飛行機が入ったから鉄道、あとは昆虫とかね、そういったものが独立するんじゃないのかなって勝手に予想はしています。人気の撮影種、被写体別でやっぱ独立していくかなって思いますので、そういったところかな。飛行機とかね、鳥とか自分が撮るものをその時選んでもらうと検出の精度が上がります。オートでも検出はします。検出はするんですけど、やっぱ鳥とか飛行機にしてもらった方が検出の精度は早かったりもしますね。で、マニュアルフォーカス時の被写体検出範囲、これもね、XP の7世代目のちょっと楽しみの機能にはなるんですけども、全域からなのかワイドエリアの LS からか、もしくは検出しないのかっていうのが選べるようになってます。でも大体全域でいいんじゃないのかなって思います。マニュアルフォーカス時にマニュアルフォーカスのレンズで被写体を実は検出してくれるんですよ。これ人ですよねみたいなのが大体フォーカス寄せていったら顔認識になって瞳 AF になっていくんですね。すごく楽しいです。それをワイドエリアの中なのか全域なのか、私は全域からしている形になってます。で、手ブレ補正ね、ボディ内手ブレ補正入っているカメラなので、ぜひ入れてもらえたらなというところです。で、手ブレ補正の AF ポイントの連動、AF ポイントのブレが最も小さくなるように手ブレ補正を行ってくれるという形で Z5-2、Z6-3、あとは、ZF もなんですけど、すごく手ブレ補正優秀なカメラになってます。もちろん他のカメラもね、優秀なんですけど、ZF、Z6-3、Z5-2 あたりは、フォーカスポイント VR 含めてですね、ものすごく優秀になっているので、そのあたりはね、ぜひ活用してもらえたらなと。で、オートブラケティング、最近あんまりね、使う方は減ってはいますけども、しっかり使えるものになってますので、コマ数何コマ取るとか、補正ステップ幅どうするとかね、そういったところが選べるようになってますので、使う方はオートブラケティング使ってもらえたらいいかなというところです。で、体重露出、最近これニコーさん結構、プッシュしてるというかね、こういった機能で撮ってるクリエイターもいるよみたいなところを押してたりするんですけど、コマ数で設定した、回数で撮影した画像を選択した合成モードで重ね合わせて1枚のエモーショナルな青空とか夕焼けに人のシルエットが入るみたいなね、そういったちょっとおしゃれなね、撮り方ができたりもしますので、1枚の画像としてね、使えたりもしますので、そういったところを楽しみたい方は使ってもらえたらなと。で、HDR 合成もね、露出が異なる2枚の画像を撮影して合成することによって、シャドウ部からハイライトまで幅広く再現された画像を記録できると。これも使ってもらえる方がいればなーっていうところなんです。最近のカメラは結構優秀なんでね、ここまでしなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに思ってたりしますが、機能としてあるにはね、あるので、ぜひね、使いたい方は使っていただいたらなと。インターバルタイマー、これもね、露出ディレイとかで大体カバーできるようになっちゃったかなーっていう風に正直思っちゃいます。設定したコマ数と撮影間隔インターバルで自動撮影しますので、何コマ撮ります、何秒間隔で撮ります、ポチって押したらカッシャンカッシャンカッシャンみたいなね、撮ってくれるものになりますので、すごく便利ですね。なのでこのあたりですね、撮影間隔であったりとか、コマ数であったりとか、露出の、整えてくれたりとか、電子シャッターオンにするとかね、ガシャンってなったりするんでね、そういったところをインターバルタイマーで、設定していただくというところがあったりしますので、このあたりね、ぜひ使いたい方はタイムラプスとか含めてね、使ってもらえたらいいかなというふうに思っております。タイムラプス動画ね、自動的に一定間隔で静止画を連続撮影して、ちょっとミニチュアっぽく風景がコニャ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 って動いて、雲がふわわわわわって動いていく映像です。タイムラプスね、撮ってもらえたらなっていうふうに思います。音声は記録されないんでねっていうところです。静止画つなぐだけやから音声は入らないと。
で、フォーカスシフト撮影ですね。これもまあ使われる方は使うんですけど、撮影開始時ピント位置を無限遠にトン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 って送ってくれるんですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、手前で撮った時って奥ボケちゃうとかね、があって、まあ絞りがね、先ほどの、解説補正の話ではないですけど、絞りすぎるとちょっと辛いなっていうところがあって、フォーカスシフト撮影をすると、手前からトン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 と、それぞれのピントを合わせていった写真を撮ってくれてガッチャンコしてくれる形になりますので、なんか全部にピントがあったような写真が撮れるんですね。で、それはまあ、編集フォト側で、編集したりしますので、フォーカスシフト撮影、まあ、物撮りされる方はね、ぜひしてもらえたらいいかなと。で、ピクセルシフト撮影、これはね、まあ、XP の7世代目一つね、魅力なのかもしれないですけども、撮影コマ数で設定した枚数をカメラが自動で撮影してくれて、ロー画像をパソコンで取り込んで合成してもらえると、このカメラの想像を超える、いっぱい撮った画像をぐっちゃんってくっつけて1枚にしてくれるので、高解像度の画像を生成してくれると。ただ、その時にブレちゃうと、なんかつなぎ目変になるやんっていうところがありますので、三脚などをしっかり固定してね、しかも三脚もしっかりした三脚で固定していただくのがいいかなと思います。ここまでがざっくり40分ぐらい話してますけども、静止画撮影メニューです。まあ、ここがメインですよね、基本。で、動画撮影メニューもメインではあるんですけど、結構静止画撮影メニューと同じ設定持ってくるっていうのがあったりしますので、さらーっといきます。まあ、記録フォルダー設定とかファイル名の設定覚えてます？DSC やったら混ざっちゃうよって話やったりとかね。で、動画記録先どこにすんので、まあ、DSC やったら困っちゃうので、Z52 にするよと。で、動画記録先はまあメモリーカード、メインのメモリーカードでいいんじゃないかな。これがまあ動画をメモリーカード2枚目に入れたい方はね、2にしてもらったらいいかなであったりとか。で、動画記録ファイル形式、これもまあ好みにはよりますけども、私はだいたい H.265 の10ビットの、SDR か N ログをよく使います。ただこのカメラすごくて、SD カード UHS2 の V90 を推奨しているカメラではあるんですけど、N ローの12ビットの N ログ取れちゃうんですね。びっくりするよねっていう。すごいな。SD でそんなことできんのっていうね。今まあよくある、まあそのまま使える素材として SDR を選んでます。会長モード N ログ選べるんですよ。びっくりするよねっていうところがあるので、もしラットですね、ルックアップテーブルなんかを使って動画を楽しみたい方はですね、使ってもらえたらいいかな。ただ私は正直 H.265 の10ビットの N ログを使うことが、まあ、パソコンへの負担も少ないんで、4K とかでゴリゴリ撮っていくと、すごく N ログあたりが、まあ、使い続けてるから、これで十分綺麗っていうところがあります。ただもっと綺麗に映したい、もっと情報量残しておきたいって方は、N ローの12ビットの N ログとかで撮ってもらうのもありだと思います。もちろん SDR でもいいですよっていうところです。で、画像サイズのフレームレート、これもね、4K の 60p のところ対応しております。で、まあ 30p でも十分いいし、もっと言うと、1080p であれば120で撮れますので、4倍するとか5倍スローかな。520の5×20で120でしょ。なので24で撮る、いくと5倍スローやし、30でいくと3×4=12で120やから4倍スローまでいけるので、だいたい私 25% とかの速度に落としたりもしますし、最近ね、カメラ結構便利で、もう4倍スローの素材として撮ってくれたりもするんですよ。つまりは、撮った時に、120のフレームレートで撮って、それを 25% とかでバーンって伸ばすっていう動画編集ソフト側の処理もあるんですけど、最近のカメラって結構便利で、撮った時からもう4倍スローで30フレームの扱いとして4倍スローで撮ってくれるとかね。できたりするのですごく便利。まあそれはタイムラインのね、設定にはよりますけど、めっちゃ便利。結構ニコンの気に入ってるところでもあったりします。で、撮像範囲のところですね。まあ、これは一緒ですね。FX で DX クロップ警告表示、右上のね、チカチカしたとこどうしますかであったり。で、さっきも一緒ですね。ISO 感度のところの上限のところですね。6400に動画の時は私しているのかな。で、あとはホワイトバランスのオートのところ、64000じゃなかったね。さっきは ISO 感度。動画と静止がちょっと違うみたいやね。で、カスタムピクチャーコントロールとか、まあ、このあたりね、アクティブディライティングとか、ビネットコントロールとか、まあ、それぞれ選んでもらえたらいいかなと。で、解説補正も一緒ですよね。で、美肌効果も入れれるし、人物印象調整も入れれるし、フリッカー低減も入れれるし、で、速攻モードとかフォーカスモードのところ、入れれますよ、であったりとかね。で、動画の時って、さっきの AFA とはまた別で、シングル AF、コンティニュアンス AF とは別で、フルタイム AF っていうものがあります。で、これを選んでもらったると、
まあ基本カメラポンって置いて、画面の中でいろんなもんが動いても、これにピント合わせますね、みたいな感じでカメラが気使ってくれて自分でAF 合わせてくれるので、フルタイム AF が便利です。逆に AF ニコンどうなっとんねん動画ってなった時はフルタイム AF を選んどってもらえるといいかなと。あとはターゲット追尾 AF ですね。これもまあ動画の時に四角い枠でターゲットこれ追尾してポチって押すと、そのもうロックオンターゲット追尾してねっていうターゲットが画面の右左に動いてもドゥ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 っていう、まあ 3D トラックみたいな感覚で動いてくれたりもします。まあ別物にはなるんですけど、まあそういった感じで動いてくれるよ。で OK を押したりすると解除したり設定したりするよっていうところですね。で AMF の被写体検出設定のところ、まあこれはぜひ入れとってもらったりして、商品レビューモード、これ新しいですね。カメラに近いものにピント合わせる、まあいわゆるよく YouTuber がやってるこれです。この新製品がどうのこうのみたいな感じでカメラの前にドーンって持っていったら、やっぱり手前にね来たものに対してピントを合わせてくれるという形になってますので、まあ、使われる方はね使ってもらうのもいいんじゃないのかなっていうふうに思っております。あとは、カスタムでね枠選べたりね、なんか右上とかだけに枠作ってると基本自分に合わせといて、右上に上に掲げるとチェックしてくれたりもするのかな。そういったね使い方もあるかなと思います。でマニュアルフォーカス時の被写体検出範囲のところなんですけども、こちらはまあ全域とかね、まあ、好みで先ほどと一緒ですね。動画のセルフタイマーなんかもありますし、手ブレ補正もあります。あとはセットアップメニューのねところで電子手ブレ補正もあります。ただ電子手ブレ補正はゴニョゴニョってしたちょっとねこんにゃく現象じゃないけど違和感のある動きになっちゃったりしたりする時があるので、まあそれやったら正直ブレてくる方が個人的には好きです。なんか電子手ブレ補正で変な補正がかかってるなこの映像と思うぐらいやったら、もう臨場感としてググって動いてくれてる方が個人的には好きなので、電子手ブレ補正はオフにしています。でマイク感度もまあオートにするか10とか15とか自分の中でまあ決めてもらってるのがいいかな。でアテネーターはわーって大きい声を出した時にどうしますかっていう、割れる割れへんっていう話ですね。まあオンにしとってもらってもいいですけど、基本はそんなにうわーってマイクに向かって大きい音が出ないのであればオフでもいいと思います。で録音帯域もね、音声の帯域なのか高帯域なのかっていうところで、まあ基本はまあデフォルトでいいんじゃないのかな。自然な音やからね、そっちの方が。で風切り音低減、これもオフにしてます。ローカットフィルター機能によってマイクに吹きつけるこの風の音とか抑えて記録できるんですけど、なんかメカっぽいというか、なんか音をまあ言うたらノイズカットみたいなもんで、なんか声が変になるんですよ。変になるというか、その人の声じゃなくなるみたいなところがあって、どちらかというと私は物理的にこういうスポンジみたいなのをつけて、風防をつけてモコモコつけて物理的に風切り音を低減しよう。でそれでも入るんやったらしゃあないっていう考え方にしています。でマイク端子のプラグインパワー、これはカメラ側にプラグインパワーで言うたら、マイク側にそのパワー源電源がないものはカメラ側から電気引っ張ってくるんですよ。でそれに対してどうするか、そういったプラグインパワータイプのマイクをくっつけた時にカメラから電気を送ってあげるか送ってあげないかを決めます。なのでまあオンにしてる方がいいです。なんで使われへんのってなってしまうからこのマイクなんで使われへんのって、いやいやそもそもマイクに電源持ってないからやでっていう話になって、プラグインパワーが入ってないんじゃないっていうのがカメラ側に設定があったりするので、まあ基本はオンにしとってもらったらいいです。で逆にマイク側がね高品質なものであれば自分で電源持ってたりするので USB-C で充電するタイプとかも最近増えてきているので、まあ、そういった時はプラグインパワーね別に使わないんですけどオンにしとってもらうっていうのがいいんじゃないのかなって。あとはヘッドホンの音量ですね。カメラ側に、自分がこのずっとマイク音声ちゃんと入っているかっていうのを聞くことができます。割れてないかとかね、風切り音すごくなんか風の音すごく入ってないかとかね、録画しながら自分が聞くことができる。まあ Vlog カメラとかね、動画が強いカメラではもう入っとってもらうのは困っちゃうぐらいの機能なんですけど、Z5 入ってますので、Z30 はね入ってないんです。そのあたりまあちっちゃいからっていうところがありますけど。でタイムコードであったりとかね、まあ、外部のねところもありますので、まあ、動画はそのあたりかな。そんなに動画は皆さんもね熱心ではないかなと思いますのでサクッといきます。
カスタムメニューのところです。フォーカス。このあたりは皆さん結構ね、好みかな。ただ、どちらかというと、もうデフォルトでいいですよってのを先にお伝えしておきます。AFC モードでの優先ですね。これは AFC の時はですね、レリーズ、切りたい。カシャカシャカシャって切りたい。で、AFS モードの時の優先はちゃんとピント合わせたい。フォーカス。これはもうそのままでいいと思います。で、AF ロックオンであったり、横切りへの反応ですね。こう、ロックオンした時に横切り、自転車がピャーンって通っていた時にどうするか、普通でいいと思いますわ。で、AF 点数は全点がいいです。スキップすると飛ぶのがボン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 って速くはなるんですけど、2450万画素のカメラなので、そもそもそんなに全点にしても多くはないので、もう全点に撮ったらいいです。高画素機とかやったらね、結構数多いんですけど。で、縦横位置のフォーカスポイントの切り替え。これはね、便利です。一回使ってみてください。で、自分の中で、いいなって思ったら使ったらいいし、フォーカスポイント、横にした状態で真ん中、縦にした時は上に来てほしいとかね。そういうパターンもあるじゃないですか。で、逆にフォーカスポイントが横の時は真ん中、オートエリア、縦にした時はカスタムワイドの、右上とか左上とかにしたい方は、このフォーカスポイントと AF エリアを選んでもらえるといいです。私は基本ね、人物撮影の時はフォーカスポイントと AF エリアモードにして、横で撮る時は上半分に先のカスタムワイドの横長の帯にしてる状態。で、カメラを縦に向けた状態の時は、カスタムワイドエリアの横が上にグッと寄せた状態で結構大きめに撮って、フォーカスポイント AF エリアが動くようにしてたりもします。そうすると縦横で切り替えた時にもうカメラが勝手にそのモードに切り替えてくれるので、こっち側でアイメニューとかで設定する必要がないというところですね。で、半押しの AF 連動駆動。これはね、デフォルトのままにしとってもらったらいいかなって思います。シャッターボタン半押しするってやつですね。で、フォーカスポイントの引き継ぎ。これもオートにはなってるんですけど、どっちでもいいですわ。で、AF エリアモードの限定。これもね、使わない方、さっきのピクチャーコントロールの AF 版、エリア版やと思ってください。私は結構削ります。もうダイナミックも SM とかは削るかな。で、ワイドエリアもカスタムワイドをメインで使っていくので、ワイドエリアも S は削るかな。で、L も削ってますね。ここは残しましたね。どうかなっていうところです。で、3D トラッキングオートエリア、カスタムワイド。あのあたり基本メインで使っていくという形ですね。で、フォーカスポイントの循環選択。これはですね、オンにしてもらえると楽にはなります。ただ、どこ行ったってなるんです。今、真ん中、このね、4番のところに、このフォーカスポイントがありますよね。これを右とか左とか上とか下に持っていったときに、普通のカメラって右端でピタって止まるんですよ。左端に持っていくとこれより左行けませんとか上行けませんって止まるんですよ。これを循環選択をオンにすると、上にすると今度下に戻ってきたりとか、右に行くと今度左に出てきたりとかね、そういった、使い方をするかどうかです。なので真ん中にあるものを下に持っていくと、こう下に持っていくと上から戻ってきますよね。こうテトリスみたいにポポポポって出てくる感じです。これをね、どうするかです。あとはフォーカスポイント表示ですね。マニュアルフォーカス時にフォーカスポイント出しますかとか、ダイナミック AF 時のアシスト表示どうしますかとか、このあたり基本もうオンというかデフォルトにしとってもらったらいいんじゃないのかなって思います。3D トラッキング時の表示色とかね、フォーカスポイントの太さ。これもフォーカスポイントの太さもちょっと前にね、バージョンアップで、2とか3選べるようになったんですけど、デフォルトでいいと思います。3とかにするとちょっとね、被っちゃうので、撮影対象にさすがに枠がね。ただ、いつもフォーカスポイントの枠どこっていう方は2とか3にしてもらえるといいかなって思います。で、内蔵 AF 補助光の設定は、これは私はオフにします。なぜかっていうと、これはね、暗いところで撮影するときにカメラがちょっと暗いですわと。AF 働かせようにも暗いからしっかり働きませんわと。ちょっと補助光、電気つけてカメラがピカーって補助光を出して、明かりを補充して補填して、で、AF 合わせますわっていうものなんですけど、これ結構トラブルの種で、それこそ水族館とか、なんか屋内とか静かな環境、なんかその美術関係とか、なんかそういった暗いところで、補助光をオンにしてると、暗いところで撮ろうとすると、勝手に光出します。カメラがビャーって。フラッシュとはまた別です。フラッシュとはまた別で、なんかライトがつくんですよ。で、これがもう何ってなってしまうことが結構あるので、補助光はオフにしてます。で、私の場合は水中生物がよく撮ることがあったりします。で、水中生物とかって基本光があんまりない環境で、目大きい動物多いじゃないですか。動物とか、生き物ね、魚とか水中の生物って。で、そうなった時に結構
私らより瞳孔大きく進化してきてるんですよ。なんでかっていうと、水中ってあんま光入らなくて暗いから、瞳孔大きく、目を大きくして光いっぱい取り込むようにしてると。ただそれが私たちが人工的に光をブワーって入れちゃうと、眩しいってなるじゃないですか。で、言葉が通じるんやったら、今から補助光を光らせますね、目閉じてくださいねって言ったらいいんですけど、水中にいる動物とか生き物、魚にそれは伝わらないので、急に光ったらびっくりさせてしまうし、失明にね、つながってしまったりもすることがあったりする。で、それが失明につながらなかったとしても、ストレスに関して拒食症になったりする。で、弱っていくっていう答えを過去に何度もね、いろんなところで、拝見させていただいてて、やっぱ危ないなっていうところがあります。なので、補助庫が悪いではなくて、使う、使わないを取り手側がしっかり判断する。これが大事になりますので、基本私はオフです。で、この場では、補助庫あった方が楽やな。ただ最近スターライトビューあるんで、カメラの他後で言うんでね、スターライトビューがあるんで、もうそっちでどうとでもなるっていうところがあります。何かっていうと、スターライトビューって暗い環境だったとしても、強制的にカメラ撮る前に、バーって明るくしてくれるんですよ。で、AF とかポンと合わせといて、マニュアルとかに切り替えて、もう撮っちゃえば OK みたいなところがあるんで、スターライトビューがあればもうどうとでもなるかなっていうところです。で、フォーカススピーキング。これもね、オンにはしてます。オフ、デフォルトオフになってますけど、マニュアルフォーカスとかで撮るときに、画面が赤くなって、ここの辺りにフォーカス合ってますよって教えてくれる機能ですね。すごく便利なので、私はオンにしてます。ただ、フォーカススピーキングをオンにして、撮影するときに、今 AFC になってるので、フォーカススピーキングわからないんですけど、これ MF に切り替えます。マニュアルに切り替えると、ここにピント合ってます。なんか赤くなったでしょ、この白いボタンのところ。ここが今ピンときているところです。で、フォーカスを私たちが手で直接変えていくと、0.21 から 0.2 とかするとポケっているところ、こう奥とかね、手前とか奥に、ピンときたよ、行き過ぎたよ、戻ってきた、この辺り、行き過ぎた、戻ってきた、みたいな感じをピーキングで試せたりもします。で、あれが便利ではあるんですけど、ちょっと集中力欠くんですよね。なので、苦手な方はオフにしてもらうのもいいと思います。で、フォーカスポイントの移動の速度ですね。これも、ノーマルでいいと思います。早かったら、さっきのフォーカスポイントの移動がピュワってドコーってなるんですよ。もう一瞬で横切ってしまう。で、遅いと画面内で移動するのにポッテンポッテンポッテンってなるので、それはそれでまどろっこしいってなっちゃうので、標準ノーマルでいいと思いますね。ISO 感度の例のステップ幅は3分の1ステップ幅の方が楽です。段で1段ずつドーンっていきたい方はね、OK かと思いますが、せっかくであれば3分の1ステップ幅に沿ってもらうといいんじゃないのかなっていうところです。で、あとはそんなにいじることはないかな。マルチパターン速攻の顔検出も多いやし、中央部重点速攻範囲もスタンダードにしていますし、基準露出レベルであったりとか、小さめとか画面絶対平均あるんですけど、スタンダードでいいんじゃないというところですね。で、シャッターボタンの AE ロック、セルフタイマー、パワーオフ。で、セルフタイマーとか使われる方がね、10秒で撮影コマ数、連続撮影間隔みたいなものをしてもらったらいいと思います。10秒あったら走れますよね。じゃあみんなこれ10秒後にシャッター切れるからって集合写真家族で撮るときのあれですわ。で、ポチって押してもらって10秒で数えてもらってる間に、ポチって押した人が、ちょっとその左端のスペース、私そこ入るから場所開けといてよってやつです。あれね。やつです。で、何枚撮るかとかね。いうやつですね。で、パワーオフ時間は、画像の再生が10秒とか、メニュー表示1分とかね、撮影直後の画像確認をオンにした場合は4秒だけ撮影撮りました。誓ってで1、2、3、4で画面、パワーオフになるとかね。で、半押しタイマーとか、このあたりを自分で選べます。なので、短いなと思ったら伸ばしてもらったらいいし、なんか省エネしたいなっていう、そんなに液晶長いこと映っていらんよって方は、ここを短くしてもらえたらいいです。で、半押しタイマーとかは私はここをすごく長くしたりします。なんでかっていうと、こういうね、画面を映すときですね。HDMI とかで画像を出力するときに半押しタイマーとか思いっきり長くしていると、画面が落ちないっていうイメージかな。っていうところを選べたりもしますので、結構私は半押しタイマーをそういった HDMI の、目的で10分とかにしてたりもします。画面さえ動いてれば10分間動かさなかったら切れちゃいますけどっていうところですね。で、連続撮影コマ数200、これがマックスのようなので、そうしてますし、プリキャプチャーの設定もできます。今回のね、カメラの目玉ですよね。で、連動レリース設定であったりとか、露出ディレイ、これもすごく便利なんですよ。だいたい3秒とかにして、ポチって押したら3秒後にカシャって切れます。言い方変えると、シャッターポチって押しても切れなくなります。なので、手ぶれをね、押さえたいとか、そういった時に三脚に置いて3秒とかに設定して、露出でポチって押すと、1、2、3、カシャって切れます。
で、シャッター方式も、オート、メカニカルシャッター、電子先幕ってありますけど、オートでいいと思います。で、電子先幕を絶対に使わないって方はメカニカルに沿ってもらってもいいかなっていうところですね。で、マニュアルモード時のシャッタースピードの延長。これもすごくね、X スピード7世代目でおすすめの機能なんですけど、何かっていうと、通常30秒より、長秒の撮影ってカメラ側で設定できなかったんです、今まで。なので、リモコンとかで持って、ちょっと延長伸ばして、ポチって押して、長時間旅行、長秒撮影してたと思うんですけど、風景とか花火とかね。で、そういった時に、900秒から15分かな。60秒、15分、900秒っていうまで延長できるようになりましたので、マニュアルモード時のシャッタースピード延長をしてもらう。で、さっきの露出データと組み合わせてもらうと、15分とは言わず3分5分の日中の、風景の長秒撮影 ND64000 とかくっつけて3分5分とかで絞り8とかで露出ディレイ3秒で押して3秒後に切れて、3分ぐらいちょっとボーっとしとって外の眺め撮ったら、長秒撮影が日中でもできるよ。それがもうカメラだけでできるっていうのがすごい便利なので、すごくねおすすめの機能です。で、撮像範囲設定の限定ですね。もし FXDX しか使わない方であれば11とか169を削ってもらうのもありなんですけど、便利になってて、撮像範囲の切り替えっていうのが前までの Z シリーズにあったんですね。で、その中から FXDX1116 対9とか、あと45とかそういったものを切り替えてもらってたんですけど、最近は FXDX のみを一発で切り替えるっていうカスタムのメニューが設定できるようになってますので、別にここで削る必要はないです。FXDX の切り替えと撮像範囲の切り替えは別物なので、撮像範囲の切り替えは撮像範囲の切り替えで置いとったらいいかなと思います。で、連番モードは私はオンにしてます。なんでかっていうと、撮影した時に毎回先頭に数字戻られると、上書き保存しますかとか、なんかどれがどれってなってしまうので、だいたい9999に行ったら一周回ってきたりするんですけど、だいたいその間に何日かは挟むので、基本連番モードはオンにしてます。で、ビューモード設定は静止画ライブビューという形にしておりますね。撮影設定を優先する。見やすさ重視。撮影設定を優先していただく方がギャップが少ないので選んでます。で、スターライトビュー。これね、静止画の時に何かっていうと、めちゃくちゃ暗い環境で撮る時にスターライトビューをするとめっちゃ明るく映ります。もうなんか私たちの目より明るく映るんじゃないかっていうぐらい、いわゆる思いっきり ISO 感度みたいなんでブワー持ち上げてくれるんですね。でもそれでは撮らないんですよ。あくまで撮影する前にスターライトビューで思いっきり暗い環境を思いっきり明るくしてくれて、こういった撮影対象被写体があるよっていうのを確認するだけです。で、撮った時にはめっちゃ暗いです。なのでそういったところのスターライトビューなので、さっきの補助光のところが私ほんまに使わなくてもよくなったのはこのスターライトビューのおかげだなって思います。で、赤色画面表示は外で暗い環境で撮影するときに目が成形写真星とか撮るときに暗い環境に慣れてるじゃないですか。さっきのね瞳孔が私らが逆に開くんですよ。暗い環境で光取り入れたいからね。で、そういった時にカメラの背面液晶見た時にスマホの画面みたいにビッカーって光ると眩しいってなって急に瞳孔グッて縮まるでしょ。それちょっと都合悪いじゃないですか。って言った時に赤色画面表示でちょっと目に優しいね表示をしてくれます。で、これ結構大事なのは自分がこれね今画面見えてます。表示モード2ってなってるんですけど赤色の画面になってます。これ液晶で画面パソコンで見るとどうなったんって壊れたんってなるんですけど、これカメラの背面液晶がこういう風に表示されます。で、しないにするといつも通りですね。これ何かっていうと横にいらっしゃるね有名な観光地で赤色画面表示してないと横の人が兄ちゃん明るいわと液晶閉じみたいなね形になってちょっとトラブルの単になったりするので、赤色画面表示積極的にはそういった撮影シーンを使われる方は、オンにしてもらうのがいいかなって思いますね。で、常にオンにする必要はないので、ファンクションとかで呼び出せるようにしとったらいいんじゃないのかなっていうところですね。で、連続撮影中の表示もぜひオンにしとってほしいですし、撮影タイミング表示も、上下左右に線をパパパ、ミラーレスなんでね、パパパパパパって動いてもらう。メカシャッターであれば、気には、気づくものなんですけど、最近のカメラメカシャッターレスもあったりするので、今撮ってるよっていうのを、高速スキャン機みたいになっちゃってるので、最近のカメラ。今撮ってるよっていうのを左右とか上下の線で教えてくれたり
します。写真撮るときの話ね。で、ガイドラインの表示も33とか4454とか選べたりしますね。で、水準器の種類もタイプ A、B どっちですか？これも好みです。で、半押し拡大解除。これは結構好みの方多いかな。オンにしてもらってます、私は。なぜかというと、これね、マニュアルフォーカスにしていますね、今。マニュアルフォーカス時の、半押しの拡大解除。何かっていうと、今まで撮影する時のカメラって、マニュアルモードフォーカス時で、マニュアルフォーカス時ですね。マニュアルフォーカス時に拡大してシャッターを切ろうとすると大きいまま切れてたんですよ。で、マイナスボタンを押してちっちゃくして撮るとか、なんかちょっとワンクッション手間があったんですね。で、そういったものがこの機能をオンにすると大きく映します。で、大きく映してますね。今ものすごく大きく映してました。その部分に対して今なんか急にちっちゃくなって元の画面戻ったでしょ。これ私がシャッターボタン半押ししたんですよ。何かっていうと、マニュアルフォーカスでピントちゃんと合ってるよね、ピントを掴んでるよねっていうのを確認を拡大します。画面でね。さっきみたいに4の数字が大きく映ったでしょ。拡大して掴んでるね、ピントちゃんと来てるねってなったら、わざわざマイナスを押さんでも、じゃあこのままシャッター切るねってカメラにシャッターボタンの半押しをするとこの画面に戻ってきます。で、シャッターが切れるというところなので、マニュアルフォーカスでピント捕まえる、拡大してちゃんと確認する、半押しで拡大解除してシャッター切るっていう、このリズムで撮っていけるのですごく楽になります。ZF とかの人がね、大好きですよね。で、撮影画面のモニターのカスタマイズ。これ結構私、情報ゴリゴリに入れちゃってます。見にくなることもあるんですけど、私、ファンクションで、情報を一発で消す設定入れてます。で、それをしているので、基本は、見たいものは全体的に入れてます。結構ゴリゴリに入れてますよね。で、ゴリゴリに入れている状態で、ちょっと、情報が多いな、邪魔だなっていう時だけ、ファンクションボタンでバチッと消したりもします。それが背面液晶であったり、ファインダーの中で個別に選ぶことができるので、こういったね、風に選んでたりします。で、あとはフラッシュ同調。このあたりもデフォルトのままでいいかな。で、モデリング発行もしますよね、とか。ブラケットの順番とかね。あとは i メニューのカスタマイズ。基本最近あんま触ってないです、ここ。もうなんか、マイメニューとファンクションボタンで大体カバーできてます。で、Z52 ね、まだファンクションボタン周りちょいちょい編集というかね、使い勝手のいいものを探してはいるんですけど、今のところ、ファンクションの1のところでフィルター再生とか、ファンクション2のところでフォーカスモード、AF エリアモード。大きいカメラやったらね、左下にボタンがあったりするんですけど、Z52 はそんなに大きいカメラではないので、ここに割り当ててたりとか、あとは、3D トラッキングのね、AF 音を親指 AF のところに入れてたりとか、レリーズのところ、これはそのまんまですね。デフォルトのままです。で、ディスプのところをマイメニューにしてます。ディスプでね、ポチポチポチって押してもらって表示切り替えるっていうのがデフォルトにはなるんですけど、私はもう一発表示、全部映すか、全部消すかのタイプなので、もうここマイメニュー入れてます。マイメニュー毎回呼び出すので。で、ボタンが他にあったらいいんですけど、ここを入れてます。で、これ、ライブビュー情報表示ですね。これを私はサブセレクターのところの中央をポチッと押すと、全部映って全部消えてをできるようにしてます。人物撮影の時に、情報の表示、さっきいっぱいごちゃごちゃっと入れたものが邪魔になる時があって、ってなる時があるんですよ。その時にもサブセレクターポーンって真ん中押すと、バッてもうほんまに写真撮れた後みたいな感じで見えますので、で、OK ってなるとまたサブセレクター中央を押して戻してきたりもしてます。これは使い人次第かな。で、OK ボタンがリセットとか、再生ボタンが再生はそのまんまですね。で、縦位置の AF 音。これは、あれです。グリップね、つけてもらった時の話です。で、静止画の時に私、録画ボタンって使わないので、FXDX の切り替えを入れてます。ただ、2450万画素の有効のカメラなので、あんまり FXDX は切り替えないです。ほぼほぼ、ほんまに最後の切り札として使うぐらいですね。で、ISO 感度のダイヤルは ISO 感度のまま、露出補正も露出補正のままですね。で、カスタム、ピクチャーコントロールのボタンがあります。で、今回これがね、Z52 もそうですけど、結構プッシュされている機能。で、ピクチャーコントロールを押すと、ピクチャーコントロールを気軽に切り替えることができます。ただ、ピクチャーコントロールをそんなに切り替えない、もう決め打ちで使うって方は、このボタンはファンクションボタンとして役立つので、ぜひ有効活用していただけるといいかなとい
いうところです。で、コマンドダイヤルであったり、レンズのね、ファンクションであったりとか、フォーカス位置。超望遠レンズ使われる方はね、すごく大事ですよね。で、フォーカスリングとかマニュアルのね、レンズのところ。このあたりはそのまんまです。で、もう一つ、撮影とは別で、再生時のカスタムボタンの設定もあります。ファンクション1に、基本オフとかにはしているんですが、ここで拡大っていうのもありですね。なので、再生して拡大っていうのをファンクションボタンでポンポンって呼び出したりもすることができたりもします。で、タッチファンクション。これもね、レフ機時代にもありましたけど、最近結構ニコン入れてるんですよ。何かっていうと、撮影とかしてるときに、ファンクションボタン足らんなーと思ったら、ハイメイクションポンって触ると、タッチ操作が有効になってくれたりします。ただ、機能が一部限られているので、私はそんなに使ってないです。この機能がこんだけしかないので、この他にも、機能がたくさんあれば積極的に使っていくんです。それこそ撮影時にタッチファンクションで FXDX 切り替えがあれば、撮影時に狭いなと思ったらポーンとか、ちょっと遠いなと思ったらポーンって触る形できるんですけど、今のところタッチファンクションは結構機能が限られているので、そんなに使ってないです。で、有効領域とかね、これも決めれるので、自分がだいたい左手とかで触るかなっていう時には左のね、領域を選んでたりもします。で、操作のロックどうしますか？シャッタースピードのロックとか絞り値のロックとかフォーカスポイントのロック。これ選べるんですけど、私これオンにしちゃうとちょっと、あれなんで動かへんの？ロックされてるやんってパニックになっちゃうので、基本はオフにしています。で、あとは、コマンドダイヤル回転方法ですね。これは、ご自身で好きな方に変えることができるんですけど、もう私は昔からのニコンユーザーなので、これは変えてしまうとパニックになるので、あれなんで逆なんってなってしまうんで、オフ、特にデフォルトのままにしてます。で、ボタンのホールドの設定ですね。コマンドダイヤルで設定してる操作の時、ボタンを離しても設定できる状態をホールド維持してくれますよとか、再生ボタンを押したら OK みたいなね。そういったものをオンにするかオフにするか。でもこれも私も長年ニコンを使ってるからオンにしちゃうと、なんでこんなんなってしまうとなんかおかしい。どういうことみたいになるので、もうデフォルトにしてます。パニックにならないように。で、インジケーターのプラマイ方向とか、フォーカスの回転方向のね、変更で、あったりとか、リングの回転方向を初期設定が変更できますと、私これずっとニコン使ってきているので、オフです。触らないですね。で、フォーカスリングの角度の設定であったりとかね、ロンリニア角度90とか、このあたりね、選んでおってもらう。ただこれも私は長年ニコンを使っていているので、設定を変えてしまうと逆にパニックになっちゃうので、もうそのままにしています。で、コントローリングの感度はね、どっちでもいいですわ。最近コントローリング自体をそんなに使ってない自分がいます。で、パワーズームのボタン操作ですね。最近これですね。よいしょ。なかなか重たい。28135。これですね。パワーズーム対応の F4 の PZ ですね。このレンズがフルサイズでも出てきてますね。前までは DX の1228しかなかったんですけど、最近はフルサイズの28135も出てきているので、よりこの設定もね、大事になってきますよね。パワーズームのボタン操作 PZ っていうところで、プラマイ、右下かな、親指でカメラ持った時の右下のところにプラスマイナスがあるので、これで、ズーム寄ってくれたりどうするっていう。ただ、今回パワーズームも横に物理ボタンがあるので、バーが。もうそっちで動かそうかなって思ってます。で、パワーズームの速度は使っとってもらって、デフォルトにしてますけど、もうちょっと遅くてもいいかな。0ぐらいでもいいかもしれないなって思いますね。これすごく推し機能です。何かっていうと、再生している時にスマホみたいに画面をカメラのね、背面液晶を上にフリック、ポンって持っていったり、下にポンって持っていくと、プロテクトかけられたり、星マークつけれたりします。で、これをつけていると、パソコンとかに転送した時にプロテクトかかってたり、画像編集ソフトで読む時に星マークが初めからつけられてたりね、お気に入り写真がつけれたりします。なので、私はこれ再生時にフリック入力でプロテクトを入れてます。で、プロテクトを入れてさっきのフィルター再生ファンクション1に入ってたでしょ。あれなんでと思った方多いと思うんですけど、ファンクション1にプロテクトで再生するようにしています。ファンクション1、フィルター再生に。なので、撮影するいい写真、再生するフリック入力で上にポンって送るプロテクトをかけておく今日こんな感じで撮ってますってお見せするときにもう再生のとこファンクション1でポンと押したときにフィルター再生でプロテクトの私がいいなと思った写真が、ハイライトみたいな感じでポポポポポポって再生できるコマンドダイヤルでぐるぐると持っていくだけでっていうのができるのですごく私はおすすめです。でレーティングもいいですよね。フリック入力でね、下に持っていくとき、上のときはプロテクト、下のときはレーティング。で、星1とかつけてると画像編集ソフトで絞り込むときにデータボーンって全部送ったとしても、レーティング1、撮影時につけたやつだけ検索かけると、
セレクトが一発で済むのですごく便利だったりしますというところですね。あとはサブセレクターの中央優先。このあたりもね、オンのままにしとってもらえたりとか、iMenu の、カスタマイズ G の1やから、これ動画のところに行ってますね。動画のところの動画の iMenu です。さっきは静止画の iMenu。今回は動画の iMenu のカスタマイズになります。で、カスタムボタンの機能であったりとかね。これもさっきの撮影と同じように設定してもらったらいいです。ただ私動画の時はそんなにファンクション動かさないので、もうそのままでいってます。で、操作のロック、AF エリアモードの限定。これもね、動画で使わへんわーってやつは、もう基本削っとってもらったらいいんじゃないのかなって思います。話早いしね。で、AF 制速度であったりとかね。ちょっと早い方がいいかなとか。5まで持っていくと結構頻繁に動いちゃいますけど、0だと遅いってなってしまうので、1、2、3ぐらい。で、always 撮影中のみ、レック状態のみなのか、私は基本こういう風に動いてるんだなって AF 速度の確認も含めて、常に動いている常時有効にしています。デフォルトもそうなってたしね。で、AF の追従の感度ですね。これは鈍感、敏感にしてもらって、もし結構頻繁に何かが横切るんであれば、鈍感にしとってもらったらいいんですけど、デフォルトにしてます。撮影時にちょっと AF の追従の感度がいまいちやなーって思うと、高速とか敏感な方に持っていったりしてます。ハイレゾズームの速度。これもね、11段階から選べる形にはなるんですけど、マイナスにしています。どっちかというと、プラスに持っていくことはあんまないかな。そんなにズームビャーンって持っていくこともないので、結構ズーって静かに寄ることが多いです。で、パワーズームのボタンの操作。ね、これさっきの静止画のバージョンと一緒。これは動画版ですね。で、ISO 感度のステップ幅の拡張、マニュアルモード G ですよっていう、6段の1分。6分の1段にね、できるようです。で、3分の1段にもできるしっていうところになります。スルーにしてます。結構細かく区切りたい派なので。で、シャッタースピードの延長とかね。こういったものもできるよとか、4倍スローとかね、選べますよねとか。で、これが画像サイズの時は選べませんか。延長できませんっていう、4倍スローとかしてる時はシャッタースピード延長が選べないよって話ですね。で、ビューアシスト機能。これはね、好みかな。オンにしてもらうとちょっと苦手な人もいるかもしれないので、使っとってもらってビューアシスト機能があれば。でもある方がいいんちゃうかなって思いますね。あとは、ゼブラ表示のところかな。ゼブラ表示もオンにすると苦手な人が、もう邪魔って思う方もいらっしゃるかもしれないので、基本はオフでいいんじゃないのかなって思います。で、ゼブラ表示の検出モードの制限とか、ガイドラインの種類とか、起動情報の種類とか、半押し拡大解除。これは動画でも入れとってほしいなっていうところがあるし、動画 G の17でも同じように画面表示はいっぱいしてもらう。で、さっきの、真ん中、サブセレクターポンって押したら、この今表示されてるやつが全部バッて消えるようにしているので、動画でも結構私はゴリゴリと情報を入れているようにしております。こんな感じかな。あとは動画撮影時の赤枠ですね。レックってした時に、画面が赤枠でピュッて表示してくれる機能ですね。もうぜひ入れとってもらえたらいいかなと。再生メニューです。再生画面設定。これはフォーカスポイントとかラウス情報とか、自分が必要なものを入れとってもらえるといいかなって思います。ただ入れすぎると毎回送るときにちょっと情報多いってなるんで、もう私はこれぐらいにしてますね。で、再生画面で、見るときもあるかな。で、ダブルスロット同時削除の設定。これ便利なんで、スルーにしとってもらったらいいかな。ゴミ箱マークをしたら両方消しちゃう。ダブルスロットのカメラになるのでね。で、分割記録時の再生スロットはどっちから行くっていう話ですね。1番でいいんじゃないのかなと。で、フィルター再生の条件、さっきお伝えしたね。プロテクトにしてると、プロテクトを押したやつだけ再生されるよとか。で、グループ再生の選定もね、先頭を決めてもらったり、撮影直後の画像確認。これはね、オフにしてます。オンにすると、ちょっと前のカメラって写真撮ったら毎回再生画面で誓ってて、こんなんで撮れましたって教えてくれてたじゃないですか。ただそうやってリズム崩れるので、もうオフにしてます。一時期、ね、オンやったんですが、ニコンも知らない間にオフになってますね。で、連続撮影時の再生画像の、順番とかね、縦位置情報の記録とか、これ動画で残らんかなパソコンで動画縦で送るとね、縦消えちゃうこと、残ってくれなくて横動画として残っちゃったりするので、この辺ちょっとね、ニコンさん回収してほしいかなと思います。で、画像の自動回転。横長で一生懸命出すのが、縦のものは縦で表示するとか、オンにしとってもらったらいいんじゃないかな。じゃないとカメラ毎回こう横縦しなあかんから。で、ユーザーセッティング。これもすごく便利です。何かというと、今設定している
125、2.8、ISO200 っていう設定がありますね。で、ユーザーセッティング、今右上見てください。この M の3ですね。これ、U の3。ユーザーセッティング3にすると設定が一気に変わりました。なので、ユーザーセッティング1、2、3にその時の設定を入れることができます。ユーザーセッティング2にしました。ユーザーセッティング2は、ワイドの L の鳥の検出にしてますね。で、DX にしてるし、スタンダードっていうものにしてたりもします。で、U321 かなっていうものに、切り替えてもらうと、1は人物にしてますね、ここ。で、カスタムワイドエリアの C2 の縦にしてますと。で、さっきここ拡張でしたよね。で、これがまあシングルになってるというものが選べたりするので、U123 でもう自分がよく使う人物、スナップ、飛行機みたいな、野鳥みたいな感じで U123 で決めておくことができます。これはピクチャーコントロールもリッチトーンポートレートになってます。で、オートに持ってくると全部オートになるよねっていうところがあったりしますので、まあ、ぜひ U123 は積極的に使ってもらったらいいです。私 Z30 なんて本当に U123 が U12345 ぐらいまでやってほしいっていうぐらい各動画の物撮り用の YouTube 用の設定を入れてたりするので、すごく便利になったりします。で、これマニュアルモードに戻った時ですね。というのが、まあ、セットアップメニューのところです。ユーザーセッティングの登録、リセット。で、タイムゾーン。まあ、カードの初期化フォーマットはね、SD カードを空っぽにするやつですね。で、ぜひ別のカメラを使われているときですね、カメラはやっぱり、同じニコンだったとしてもフォーマットかけてる方がいいです。なので、そういったね、ところも気をつけてもらって。で、モニターのカスタマイズ、ファインダーの明るさとか、ファインダーの表示サイズ、メガネとかね、かけられてる方は小さめとかにしてもらったらいいかな。で、画面情報の自動回転。これは撮影するときとか表示するときとかいろいろ画面 XP7 世代目のカメラって縦に向けるとカメラを縦に向けると表示も縦向くんですよ。それをオンにするかオフにするか。オフにすると今までのカメラ通りずっと横向いたままです。オンにするとカメラを縦に向けると縦に向いたりしてくれます。で、距離表示、メートルですよね。私たちフィートである必要はないので。で、フォーカス位置の記録どうしますかであったりとか、まあ別にオフでいいんじゃない。ズーム位置の記録もパワーズームのところ、まあオフでいいじゃないのかなって、まあデフォルトでいいんじゃないのかなと。で、自動電源オフ温度なんですけど、まあこのカメラは結構動画を撮ると、熱持つタイプです。なぜかというと、結構高負荷の動画を撮れるカメラなので、その時にスタンダードにするのどうなのっていうところ、標準高いにするのみたいなところがあるんですが、標準でもいいし、頻繁に動画を撮ってカメラ本体が熱くなるタイプの方は高いに設定しとってもらったらいいかな。ただ高いにすると、画質がね、ちょっと落ちたりとかね、します。本体熱くなってるから。なので、このあたりは注意してもらったらいいんじゃないのかなって思います。そんなやけどするほど熱くなるわけではないんですけど、スタンダードに沿ってもらったり、止まるのが嫌だったら高くにするみたいなところかな。で、イメージセンサークリーニング、イメージダスト、オフデータ取得、ピクセルマッピング、画像コメント。ここは私自分のね、撮影して本人、著作権情報とかね、このあたりも自分の、ジマチューブ .com とかを入れてたりします。で、IPTC なんかも、メディア関係の方であればね、入れとってもらえるといいかな。Z52 ではいらんのかもしれないですね。で、端子の機能もこれ結構便利で、自動切り替えでヘッドホンだけにするのかっていうのが選べたりもしますので。でもオートにしてる方がいいです。なんでか知らんけど刺したけど動かへんリモコンがみたいな感じだと困るんで。で、音声メモの設定、電子音。これもね、電子音オフにしておりますけども、有効とかにしてもらえると、こう動かすときにね、操作の音が出たりもします。なんか、家電っぽい音かな。サイレントモードオフにしてます。オンにするとカメラの動作が小さくなるように制御を切り替えます。ただ、オフの方がいいかな。本当に必要な時だけサイレントモードで撮るですね。メカシャッターレスやったら電子音さえ切ってしまえばすごく静かなんですけど、メカシャッターあるタイプなので、可能な限りはオフの方がいいかな。で、タッチ操作、グローブモードもオンオフできると。手袋ね、つけてるかつけてないかとかね。自分撮りモード、これはもうオフにしてます。何かっていうと、自分撮りモードってバリアングル液晶のカメラなので、自分撮りバリアングルでこっち向けることできるんですよ。ただその時に設定値を変えれるか変えれないかです。バリアングル液晶で自分撮りモードっていう形をオンにしていると、操作受け付けなくなるんですよ、カメラが。めっちゃ焦るんです。
なので私はオフにして自分撮りモードでバリアングルでこっち向いてる状態でももうちょっと露出変えようとかこうしようみたいな自分を向けた状態で設定変えることができるようにオフにしてます。でもこれは逆を言うと自分撮りモードの時に設定変わられると困るっていう方も多いと思うのでデフォルトオンになってます。ただ私はオフにしてますというところですね。で HDMI のところは別にそんないじることはないかな。で USB 接続時の有線もそんなにいじることはないし認証情報電池チェック USB-Q でもオンやしパワーセーブはオフカードなし時のレリーズ OK 電気屋さんとかでカード入ってませんで切れるかどうかの話です。でメニュー設定の保存と読み込みカメラの初期化ファームウェアバージョンで今回ファームウェアバージョンこのカメラですね Z52 の設定解説の動画で用いている、Z52 は、初期の、先行レビュー用のカメラになりますので本当のファームウェアアップがかかってないバージョンなのでもしかしたら今後ここにいろんな機能が追加されてるかもしれないです。この動画を見ていただくタイミングでねバージョン 2.0 とか大型ファームアップが入ってるかもしれないですがこの設定画面は 1.0 のものになります。でネットワークメニュー、機内モードスマートフォンとかと一緒ですね。電波出す出さないです。でニコンイメージンクラウド、オンオフとかね選べたりスマートフォンと接続リモコン ML の L7 と接続できたり Bluetooth リモコンパソコンとの接続 FTP サーバーと接続 Z52 ってスタンダード機なのにねすごいよねカメラと接続とかね USB とか、このあたりもできるようになってるよと。でマイメニューのところねご自身がよく使われる機能をここに登録することができます。で私はもうここにゴリゴリに入れてます。さっきねカスタムボタンのところでディスボタンをマイメニューに入れてるっていうね話があったんですけどマイメニュー登録を入れてもらってあとはメニュー設定の保存と読み込みこれもできます。これなんで私今回初期化躊躇なくできたかっていうと読み込むことができるんですよ。つまりメニュー設定の保存っていうものをしていると自分が今まで設定したものの全部ではないです。ある程度ほぼほぼ8割ぐらいのデータを持ったまま設定ファイルとして持ってます。Z52 の、何月何日の何時何分の設定ファイル。で、それを持った状態で設定変えたりとか、初期化したとしても読み込みってしてもらうとその状態にバッて戻ってくることができます。なのですごく便利なので私自身はよく使ってます。で、マイメニュー急に増えたでしょ。でマイメニューがさっき空っぽやったじゃないですか。で読み込みすると一気に戻ってきたんですね。ここ ISO 感度設定記録フォルダー設定私101、102、103でするってお伝えしたでしょ冒頭。もう1時間前の話やけど。で動画記録ファイル形式 H.265 ここ NRAW に変えたりするし2160の 4K から 1080p に変えたりするしカードの出荷も頻繁にするし i メニューのカスタマイズも頻繁にするしカスタムボタンの記録の撮影も頻繁に変えるよっていうのがあってこれ私のマイメニューなんです。これはさっきの読み込みっていうのをしたからこの1時間半ぐらい前に私が Z52 初期化しますってお伝えしたじゃないですか。初期化する時のマイメニューがボンとここで戻ってきてます。便利というところがありますのでこういった風にね、マイメニューを呼び出すことができます。なのでこういった形で私のマイメニューはこういう風に言ってます。静止画フリッカー低減高周波フリッカー低減基本はオフやけど会場環境によってはここフリッカー強いなーっていう時はオンにしたりとかパワーオフも今日みたいに HDMI で出力するときはちょっと伸ばしたりするし、露出ディレイとかスターライトビューですね。露出ディレイで3秒後に切りたいなって時はここでオフやけどオンにするしスターライトビューもオフになってるけども状況によってはさっきの内蔵の補助光 A 補助光を使わずにスターライトビューで暗いところでも A ファースターになって思ったらここでスターライトビュー選んだらいいしでユーザーセッティングの先の123の切り替えのところ123、3の飛行機の設定こっちの方がいいなと思って変える上書きしたいなと思った時が頻繁にあるのでユーザーセッティングを登録してたりモニターの明るさとか設定の保存と読み込みも頻繁にするしでマイメニューの登録今このマイメニューですね上書きしたりマイメニューから選抜なのでここは激戦区なのでマイメニューに外すやつもあれば追加入れるやつもあるのでそういったところの設定をしているというものになっておりますね。これで一周してきたかな。なのでこういった形でカメラの初期化をしてもさっきの、マイメニューの、読み込みっていうものが簡単にできるので遠慮なく私自身は、こういった形の設定解説動画を1時間半ほどを、無償で皆さんにお伝えすることができるという形になっております。いかがだったでしょうか。後半ちょっとねもう私も1時間半喋っているのでろれつがねちょっと怪しいところがあって、聞き
にくかったかもしれないんですけど、この Z5-2 というねカメラがニコンユーザーはもちろんのこと、今まで DX 機とか使われててステップアップとして使われる方もいらっしゃるし、もっと言うと Z5-2 からニコンのミラーレス Z シリーズを使われる D シリーズのユーザーさんであったりとか、日頃別メーカー使ってるけど Z5-2 は気になっちゃったので買っちゃった、でもニコンのメニューってなんかちょっと独特だよね、わかんねえわって方がぜひこういったところの動画をもう1時間半がっつり話しました。もう全メニュー見ていったんでね、このメニュー内容ってウェブ上でモノごっつページ数のウェブカタログで PDF であったりするんですけど、文字で見てもいまいち分かりませんやん。で文字で載ってはいるけど、それが何を指しているのかを理解するのにもある程度知見とか経験とかが必要なので、こういった動画でこの機能はこういうもんだよ、この機能を使うとこうなるよ、私はこういう風に思うからこの設定はオンにしてるよ、オフにしてるよとか、こういう撮影をする人にはこの機能は向いてるよみたいなところをお伝えさせていただくのですごく大事だと思ってるんですね。でカメラ自体はものすごく進化していってます、どんどん。だって XP7 世代目って Z9 とか8の機能、63とか F とかZF とか Z52 のピクチャーコントロールとかバーンって入れてきてるじゃないですか。ってなるともう分からんっていうのが多いんですよ、正直。機能が多すぎてね。スタンダード機であんなにネットワークメニューも豊富やしねっていうところがあって、そういったカメラは進化していってる。でカメラは高等化していってる。それはいろんなことができるから分かる。でもそのいろんなことを私たちが使えるかどうかはまた別の話じゃないですか。私たちが使うかどうかも別の話だし、使えるかどうか、そもそもその機能が何なのかを知るのがすごく大事なので、こういった動画でですね、ぜひ話すマニュアル、聞いて覚えるマニュアルという形で、参考にしていただけると嬉しいです。で他にも、Z シリーズのカメラほぼほぼもう話すマニュアル1時間弱ぐらいで全部のカメラ作ってますので、 ZF とか Z52 とかもそうやし、いろんな他のね Z8 とかも Z9 とかもそうですけど、ぜひ参考にしていただいて、当時のそれぞれのカメラの一番新しい状態でお伝えしていますので、他のカメラをお持ちの方もぜひ他の設定動画参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、この数日はショート動画を挟んで毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録応援していただけると嬉しいです。また写真集作っております。ジマチューブセレクトですね、ボリューム1、2、3、4と作っておりますので、興味ある方概要欄にリンク貼っておりますので、購入していただけると嬉しいです。あとオンラインサロンジマチューブコミュニティっていうのを運営しておりまして、日頃サロンメンバーさんと非公開のスラックっていう SNS グループ作ってて、そこでカメラとか写真に関する情報交換をしつつですね、あとは、毎月ね、皆さんからご提出いただいているお写真あるんですよ。今月の1枚とかお気に入りの1枚っていうスラック内、サロン内でね、それを1ヶ月に1回私がこういう風に受け取ったよってフィードバックする動画をサロンメンバーさん限定で収録していたり、あとは合同写真展、ゲスト出展という形で参加させていただいているのが半年に1回関西でありますので、そちらに一緒に出ませんかってお誘いであったりとかね、日頃のコミュニケーションで写真カメラに関する機会、あとは月に1回のフィードバック動画っていうところで写真撮影を続けていくモチベーションを、維持するものになりますので、ぜひ興味ある方、オンラインサロンご加入いただけると嬉しいです。写真集オンラインサロンは興味がある方が購入、ご加入いただくもので、チャンネル登録とコメント、よく頑張りましたね、1時間半。もう早う冷たいもんでも飲んでくださいみたいなね、コメントとか高評価とか、そういったものは無料でできる応援ボタンになりますので、ぜひチャンネル登録をこんだけ頑張ったからぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。Z5-2 ね、もう皆さんもいろいろ設定ね、時間使うんじゃなくて、この1時間半だけこの動画だけ見て、すべての設定を終えて、もうすぐ取りに行けるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。